さあ、今回はですね、肝臓がんの治療、これがここ10年でもう本当にガラッと変わったんですよ。最新のデータを見ながら一体何が起きているのか、その最前線にぐっと迫っていきたいと思います。昔はですね、肝臓がんっていうと本当に厳しい病気だったんです。でも見てください。もう状況は全く違うんです。今や早く見つけてちゃんと治療すれば治すことも、そしてがんとうまく付き合っていくことも十分にできる時代になったんですね。今回の話のキーワードはまさにこの希望と進歩です。さて、この言葉、肝臓がん治療の難しさをズバリと言い表してるんですよね。どういうことかというと、肝臓がんって実は健康な肝臓に生きないできるってことはほとんどないんです。大体は肝硬変みたいにもともと肝臓が弱っているところに発生する。つまり敵はがんだけじゃないんですよ。弱った肝臓そのものを守りながらどうやってがんを叩くか。このバランスがものすごく大事で、本当に繊細な治療が求められるわけです。はい、というわけで今回はこの4つのポイントで話を進めていきます。まず原因の話からどうやって早く見つけるか、そして最新の治療法まで全体像を一緒に見ていきましょう。では早速最初のテーマです。敵の正体。これが今大きく変わってきているんですよね。まずはその話から始めましょう。このグラフ見てください。すごく面白いことがわかりますよね。昔、日本の肝臓がんといえば C 型肝炎とか B 型肝炎、つまりウイルスが原因のほとんどだったんです。でも今はいい薬ができてウイルスはかなり抑えられるようになった。で、その代わりにぐーんと増えてきたのがこの緑の部分。代謝性疾患。もっとわかりやすく言うと、肥満とか糖尿病が原因の脂肪肝。これが今一番の新しい敵になってきてるってことなんです。この表でその変化がもっとはっきりしますよね。ウイルスっていう敵には僕たちはもうかなり有効な武器を持ってるんです。でも今本当に気をつけなきゃいけないのはこの脂肪肝 MASLD です。これってもう完全に日々の生活習慣の問題なので、僕たち一人一人が向き合わなきゃいけないまさに新しい戦いなんですよ。さて、ここでクイズです。この 50% っていう数字、何だと思いますか？もしですよ、毎日あることをするだけで肝臓がんのリスクがこれだけ半分も減るとしたらすごくないですか？その答えがなんとコーヒーなんです。これ本当の話で、いろんな研究で毎日コーヒーを飲む人は飲まない人に比べて肝臓がんのリスクが4割から5割も低いって結果が出てるんですよ。なぜかっていうと、ここに書いてある通り、コーヒーの成分が体の錆びつきを防いだり炎症を抑えたりして肝臓をがっちりガードしてくれるんですね。これはちょっと肝臓が心配だなって方にはかなり嬉しいニュースですよね。じゃあ次のセクションに進みましょう。よく言いますけど、肝臓は沈黙の臓器。がんができても本当に初期は全く症状が出ないんです。静かなんですね。だからこそ待ってちゃダメで、こっちから積極的に見に行くこと。つまり定期的な検査がもう何よりも大事になってくるんです。で、その早期発見の戦略もただ闇雲にやるんじゃなくて、その人のリスクに合わせてちゃんと作戦が立てられてるんです。例えばリスクがまあまあ高い高リスク群の人は半年に1回。でもウイルス性の肝硬変があるとか、特にもうリスクがすごく高い超高リスク群の人は見てください。3ヶ月から4ヶ月に1回。しかもエコーだけじゃなくて CT とか MRI も使って徹底的にチェックする。この細かさが本当に命を救う鍵になるわけです。じゃあ、もし早期にがんが見つかったらどうするか。ここからは今の時代に僕たちが持っているすごい治療の武器について見ていきましょう。がんを完全に治す、つまり根治を目指せる治療法は大きく分けてこの4つです。まずは手術でがんを取り除く肝切除。それから肝臓を丸ごと入れ替える肝移植。そして針でがんを直接焼いてしまう局所消食療法。最後に最先端の放射線粒子線治療ですね。この中で今特に注目なのがこの粒子線治療です。これ何がすごいかっていうと、ブラックピークっていう性質があるんですね。
これ例えるなら、まるで超高性能なミサイル。癌のところに寸分たがわず着弾して、そこでドカーンと最大のエネルギーを放出するんです。だから、通り道にある正常な肝臓にはほとんどダメージを与えない。まさにピンポイント攻撃。すごい技術ですよね。で、もっと大事なニュースがあって、このすごい治療がどんどん身近になってきてるんです。2022年にまず4センチ以上の大きながんに保険が使えるようになって、さらに2024年の6月にはそのルールがまた見直されて対象がさらに広がったんです。これによって手術が難しいっていう人でも体に負担をかけずに根治を目指せるっていう大きな希望が生まれたわけです。さて、ここからはがんがもっと進んだ状態で見つかった場合の話です。実はですね、この分野こそが今一番ドラマチックな進歩が起きている場所なんです。進行がんの治療ではカテーテルっていう細い管を使うことが多いんですが、ここでも作戦が変わりつつあります。今まではティースっていうがんへの血流をせき止めて併量攻めにする方法が主流でした。でも最近 HAIC っていう血流を止めずに抗がん剤を直接がんの近くにずーっと流し込み続けるっていう方法が見直されてるんです。特に血管にまでがんが広がっちゃったようなかなり進んだケースでは、この HAIC の方が長生きできるっていうデータが出てきて、治療の選び方が変わってきてるんですね。そして、薬の治療。もうね、この言葉通り、完全に景色が変わりました。革命です。昔は、ソラフェニブっていう薬がたった一つあるだけだった。でも、その時代はもう終わりです。今は、自分自身の免疫の力をフルに引き出して、がんと戦う、複合免疫療法。これが完全に主役になりました。今、最初に使われる薬の主役が、この2つの組み合わせです。で、最新のデータを見ると、がんを小さくしたり、進行を止めたりできた割合、これを疾患制御率って言うんですけど、左側のアテゾリズマブとベバシズマブの組み合わせ、これを見てください。なんと 75.2%。もう一方の組み合わせよりもかなり高い数字を叩き出してるんです。これはめちゃくちゃ強力ですよね。でも、ここでちょっと待ってください。じゃあ単純に数字が高い方を選べばいいかっていうと、話はそんなに簡単じゃないんです。実は最終的にどれだけ長く生きられるかっていう点では、この2つ大きな差はないって言われてるんですよ。どういうことかというと、アテゾとベバの組み合わせは確かに効き目はすごいけど、出血しやすくなるっていう弱点がある。一方、デュルバとトレメの組み合わせは、出血が心配な人にはいいんだけど、免疫が暴走する副作用がちょっと出やすい。つまり、どっちが上かっていう話じゃなくて、その患者さん一人一人の体の状態とかリスクを全部考えて、ベストな武器を選ぶ、まさに個別化医療の時代になったっていうことなんです。これだけ強い治療法ですからね、当然、副作用とどう付き合うかっていうのもすごく大事になります。特に免疫療法は、さっきも言ったみたいに、免疫が頑張りすぎて、自分の正常な細胞まで攻撃しちゃうことがあるんです。だから何かおかしいなと思ったらすぐに対応する。これが治療を長く続けるための本当に大事なポイントです。さて、ここまでいろいろな進歩を見てきましたけど、じゃあこの革命的な変化が僕たちにとって一体どういう意味を持つのか。最後に大事なポイントを整理しておきましょう。覚えておいてほしいポイントは3つです。まず1つ目、予防は最強の武器だということ。生活習慣、リスク管理、そしてコーヒーでさえ未来を大きく変える力があります。2つ目、早期発見が全てを決める。自分がリスクがあるかどうかを知って定期検査をサボらないこと。これが本当に命を分けます。そして3つ目、治療はオーダーメイドの時代へ。もうみんな同じ治療じゃありません。あなたにぴったり合った一番効く治療法をお医者さんと一緒に選んでいく、そういう時代なんです。肝臓がんとの戦いは間違いなく新しいステージに入りました。そしてそこには昔では考えられなかったくらいのたくさんの希望があります。今回の話でその希望の光を少しでも感じてもらえたら嬉しいです。では最後に皆さんに質問です。この話を聞いてあなた自身の肝臓のために今からできることって何だと思いますか？動画が気に入ったらチャンネル登録、いいねボタン、高評価のコメントをお願いします。